未知の地へと足を踏み入れた時、我々は噂に聞いていたその存在に驚愕した。彼らは執念深く果敢に命を投げ打ち、時には自らを犠牲にして目的を達成しようとする。敵の首を取る背景、自らの命を絶つ決意、そして恐れ知らずの突撃。彼らとの接触の瞬間、我々は気づいた。これは通常の戦いではない。どうにかして彼らを洗脳し、戦力を下げる必要がある。日本が再び脅威とならないように。一般性のために大計を開かんと押す。はい、皆さんこんにちは。純粋にみんな気になりませんか？日本人ってね、どういった性質なのか。戦後ね、アメリカの影響を受けて大きく日本人の性質を変えられてしまったって言うけど、実際のところはどうなのか。てかそもそもね、日本人って何やねん。落とし物が戻ってくる文化、発展したポップカルチャー、変態大国、利益ばかりを求めるエコノミックアニマル、集団行動、礼儀正しい。まあいろいろありますけど、ただね、一つ言えることは、ここまで経済的に発展した先進国なのにもかかわらず、思いやりの心を持つ素晴らしい精神の持ち主なのは間違いないと思う。まあなので、日本人だけがね、まずはね、一致団結したら、世界に対してとてつもないロールモデルになるかもしれない。まあね、そこに対してのヒントが、この動画に隠されているかもしれないです。今日本が戦争に巻き込まれたとしたら、皆さんは日本のために自分を犠牲にして戦うことはできますか？また皆はね、日本人であることを誇りに思いますか？まあちょっと考えてみてください、一瞬。まあこちらの調査ね、世界価値観調査によると、日本は世界のランキングで見るとほぼ最下位に位置しているんです。国のために戦うかの調査に関しては、日本、ドイツ、イタリアが最下位に位置しています。まあ、興味深いことにね、勘のいい人ならわかるかもしれないけど、これね、第二次世界大戦の敗戦国が多いんです。っていうことは、戦後敗戦国の日本は無条件降伏を勧告し、 GHQ による占領が7年続き、サンフランシスコ平和条約により連合国の占領は終わり、日本の主権が回復しました。その後も続く潜在的な洗脳によってね、日本は大きく変えられてしまったというけど、果たして本当にそうなのか。僕たちがね、そこにね、責任をなすりつけたいだけなのではないか。てかそもそもね、僕たちは自分の意思で選択しているのか、あるいはそもそも選択していないのか。日本が再びアメリカの脅威にならないように、米軍は日本兵の捕虜を捉え聞き取り調査をし、日本兵の日記を読み漁ったりして、日本人の精神的な思想を分析しました。日本人を支配している信念は何か、神道、行動、武士道。日本人は天皇の神格性を生み出し、皆神の子である優越感、そして武士道が表すのは封建的主権への絶対的かつ疑いのない忠誠心。そこが最強なね、軍国主義につながったと考えました。切腹、腹切り、斬首の文化を見ると、日本人は原始的な儀式のもと生きてきた背景から人間爆弾のような行為につながったと考えたんです。しかも米軍の考えでは、日本国民自体は自由になりたいと思う思想のもと軍国主義者に対峙してきたと捉えたので、この戦争は世界に対する戦争ではなく、自由を求める国民に対しての戦争でもあると認識したというか、そういうことにしようと考えたんです。真相はどうあれね、その軍のワンマンプレイで国民はね、そこに振り回されて、その軍国主義は最悪だぞと国民に植え付けるために、ね、行ったそうです。そこで陸軍対日心理戦作戦部と米戦時情報局ブラッドフォード・スミスによって作られたと言われているのがウォーギルト・インフォメーション・プログラム。罪の意識を日本全体に植え付けることを目的とした計画です。大きく分けると、まず1、敗北を認識させること、2、野蛮な行為を認識させること、3、真実の提示、4、東京裁判を受け入れさせること、そして5、原爆とね、向き合わせること。この書類はね、ただの猫ちゃんの写真です。完全敗北を認識させること。通常終戦後、休戦協定を結び、当事国で終結条件を交渉し、講和条約を結ぶという流れなんですけど、ポツダム宣言では戦勝国が一方的に条件を提示し飲ます。占領軍が日本国民を見た時に感じたのが、戦争の有罪性に対する意識が希薄だったことだと。戦争をそもそもした理由も、敗戦した理由も、日本軍の残虐行為も何もかも理解していない国民がいたと。シンプルに技術的に劣っていたことと、原爆を落とされたから負けたんだよって信じられていたというんです。それが真実になってしまうと、軍にね、罪がなかったことになってしまいますよね。その軍自体がね、ダメだったから敗戦したんだよということを植え付けたかったんです。残虐な行為を認識させる。GHQ はある程度日本のメディアを操作する必要がありました。ただね、言論の自由はね、守りたかったから最低限ね、彼らは操作したんですね。そこでね、日本で報じたのが、日本軍による戦争
争犯罪、真の歴史、戦争犯罪に対する啓蒙でした。マニラで起きた日本軍による住民虐殺事件を暴露したり、真相はこうだというね、洗脳ラジオ放送を流したり、戦争ドラマを制作したり。真相はね、僕も当時を生きていないのでわからないですけど、とりあえずね、いろんなね、多方面から日本全体を洗脳する必要があった。実際に今平和主義者の日本人多いじゃないですか。それはね、もちろんいいことだと思います。軍に対してはね、意見が割りつつありますけど、ただ最近の研究では歴史のもう一つの真実が解明しつつあるんです。まずアメリカ大統領のルーズベルトは戦争がしたくて仕方なかった。しかも日本を潰したかった。そこで石油を止めるなどのね、経済制裁をし、窮地に追いやり、真珠湾へ襲撃させることで原爆投下の正当性を確立。と、このようなシナリオも語られています。日本は野蛮にアジアを征服しようとしていたわけではなく、この戦争はあくまで自増自衛が目的だったと。今の日本国内を見たらどうでしょう。彼らの政策は非常にうまくいってる気がする。バイデンも認めちゃってるしね。戦争に反対するのはね、もちろんいいことなんですけど、ただ今となっては自分の国をね、引っ張っていくこともできない。もう世界に委ねてしまってますよね。これに対しては、お国のね、お偉いさんだけでなく、一人一人の国民も。自分の乗っている車がどこに向かっているのかわからないのはぶっちゃけ怖いですよね。せめて運転手はよく知る人物じゃなかったとしても、乗車している僕たちと共通の思想を持っている人物が運転しててほしい。行く先が奈落の底じゃないことを願う。戦前の日本はね、めちゃくちゃお金持ちだったと言われています。戦時中日本は東南アジアを占領し、そこでダイヤモンド、金、銀、プラチナなどのね、貴金属、燃料を押収していました。しかもね、欲しがりません、勝つまではというスローガン通り、日本国民は過酷な環境を耐えながら国民からも押収し、軍事に当てていました。つまりその時、日本ではね、莫大な財宝が眠っていたことになるんです。実際戦後、GHQ がその財宝を狙って日銀を占拠し、地下に押収した財宝を貯蓄していました。その額1ドル100円換算で240億円。最低でもこの金額ですよ。ただね、普通だったら GHQ がこれ全部持っていっちゃったって思うじゃないですか。ただね、これ不思議なことに、当時の大蔵大臣の石橋勘山は1947年の答弁で、司令部は日本政府に数千億円の物資を引き渡している。しかし、その物資がどこに行ってしまったのかわからないっていうんです。なんとね、GHQ もね、その一部は持っていったけど、結局ね、その日本の復興のためには使っていいよということで返還したっていうんですよね。その国家予算にもね、なり得るそのお金はどこに行ってしまったのか。ある説ではこれらはなんと軍人、官僚、政治家、国のトップが懐に入れてしまったというんです。これが陰謀論で耳にする M 資金。日本には現在でも数千億円の資金をある組織が運営してて、国費に特定の企業に低金利で融資をするという怪しいお話。実際この詐欺のような話をね、手口に使って騙された事件はたくさんあるんです。有名なものだと全日空の社長が3000億円の融資を受け取るというね、念書をしてしまったりなど、たくさんの方がね、被害に遭われた、詐欺事件なんですけど、ただね、その騙された人の中には実際にね、そのお金があると言い張る人もいるんです。実際に融資を受け取った人を見たと。GHQ はね、確かに返還したのかもしれないけど、そのお金はね、どこに行ってしまったのか。なんと、2009年にしれっとこんな事件があったんです。スイスとイタリアの国境キアッソで総額1345億ドル13兆円というとんでもない額の米国債を所持している日本人2人組が逮捕されたんです。イタリア警察が鑑定した結果、所持していた米国債は偽造金の可能性が高いということで、2人の日本人は釈放されたんです。ニュースはそれだけです。どういうことって思うでしょう。1345億ドルですよ。いや、偽物だったらあり得るのかって。いや、そんなね、単純な話ではないよね、これ。なんか目的も、何もね、この事件に対して解明されていないんですよ。しかも一説では日本人2人組が所有していた米国債の中にはなんと1000億円のケネディ債券が含まれていたというんです。これは1961年から1963年の間に発行されたレアなもので、以前対談したトマベチ博士曰く、この事件と先ほどの失われた資金が繋がってくるというんです。これは一つの本当説としてお聞きください。その GHQ がね、それ一部のお金を持っていた。で、返還したという。その全てのお金をね、彼らが持っていったわけではないじゃないですか。じゃあね、残りのその資産はね、どのように使っていたのか。そう。彼らは日本の政治を思い通りのままに操っていたということ。その M 資金で、ここで注目すべきポイントが、その所有していた米国債っ
と2009年という時代です。彼らが所有していたのは民主党時代に発行された米国債が多かったんです。ということは共和党が所有していた資金を民主党時代に彼らに渡すぐらいだったら国債という形で日本に移していた。そして事件は2009年6月。実はね、この事件が起きる3ヶ月前にアメリカでは不良資産救済プログラム TARP でね、1345億ドルの準備ができていると発表していたんです。そのお金は日本に渡ることなく民主党によって押収されたというのがこの一連の出来事なんじゃないかと推測されているんです。真相はどうあれ、そのお偉いさんのこの懐にね、入れられるのは別に驚くべきことじゃないですよね。今の時代も結局同じことをしていろいろね、暴露されてるじゃないですか。というよりかはこの報道がされたということはそういったメッセージ性だと。実はこの M 資金の行方を追って今もね、ある日本をね、左右するある組織がね、誕生していたんですよ。引退蔵物資 M 式のことですねの行方を捜査するために GHQ 主導のもと検察庁に設置されたのが引退蔵物資事件特捜部。実はこの組織が今で言うと東京地検特捜部なのです。ご存知の方もいるかと思いますけど、歴史を振り返ると米国の指示に従うか従わないかで大きくその人物日本が左右されるのは明白で、どちらがいいのか悪いのかを置いといてアメリカに反発して日本の独立を試みる首相とアメリカに従った首相の就任期間がもう物語っていますよね。面白いのが戦後、ここまでね、その首相がね、交代しているのは日本とイタリアだけなんだそうなんですね。その背景にはアメリカの影響が大きいのがわかる。このようにしてね、戦後日本は根っこから操られるようになってしまったのか。この根っこに気づかせないように、そのメディアをね、操作する必要がありますよね。その結果、いつの日か今となってはね、自由にね、みんなで語り合うことすらも規制される社会になってしまいましたよね。ウクライナ、ロシア戦争、中東戦争、地球温暖化、SDGs、すべて陰謀論で片付けようとする考えることのできない人々の誕生。その両サイドのね、意見を出し合って語り合うのはまともなことですよね。そっから自分なりの意見を選択すればいいわけですし。しかしなぜかメインストリームメディアでは一方通行の情報しか流れていなかったと思いませんか？まるでね、それ以外のオプションを許さない勢いで。そもそも初めから彼らの息がかかっていたのかもしれない。泣く子も黙る CIA。実は CIA は日本で工作活動を行う場合、その日本の重要な組織とか人物にね、コードネームをつけてたんですね。このように。日本に関連するコードネームは PO から始まるものがね、多く付けられていたんですね。そしてね、今回注目すべき人物が、ポダムというコードネームを持つ日本人、正力松太郎。皆さんご存知でした？僕は正力ね、よく知りませんでした。正力松太郎は1885年生まれ、警視庁に勤めた後、虎ノ門事件で警備の責任を問われて懲戒免職。そこから警視庁時代に築いた政財界の人脈を利用して資金を集め、読売新聞を買収して社長に。わずか発行部数5万部だったのが最終的に1000万部超えるほどまでに成長させたやり手です。しかもそれだけではなく、なんとね、彼が有名なのは日本最初の民間放送局であるなんと日本テレビ放送網株式会社、今の日テレを創設した人物なんです。当時でいうメディア王みたいな人物です。ただ彼にも CIA の暗号 PO の意思を継ぐポダムのコードネームが付けられています。実はこの日本テレビ創設にはね、かなり闇深い経緯があるんです。オックスフォード大学の客員教授である有馬哲夫氏が2005年にアメリカ国立第二公文書館で驚くべき機密文書を発見します。それが CIA 正力ファイル。474ページにも及ぶこの資料には CIA が正力を支援することで日本に最先端の通信網を整備し、対日心理戦に利用するという作戦の全貌が書かれていたんです。どういうことなのか。戦後共産主義国の脅威を恐れてアメリカの上院議員カール・ムーントはビジョン・オブ・アメリカという構想を発表していました。大統領閣下、私はテレビというメディアを占領下の日本やドイツに設置することによってどのようなことが可能になるかを考えずにはいられません。ですから彼ら自身の目で見るように仕向けようではありませんか。彼らに民主主義とそれがアメリカの中でどのように機能しているのかを見せようではありませんか。戦後日本は7年間だけその GHQ の占領下にありましたけど、言うてアメリカはその後も日本が不安だったんです。当時最先端の通信技術を使った共産主義勢力がさらに拡大してくる。ソ連が攻め込んでくるかもしれない。つまり反共産主義、そして日本のね、心理的再占領、この2つがね、関心事だったんです。当時最先端の
の通信技術だったマイクロ波通信網を日本に張り巡らせることで、これらの機能を持たせることが想定されていました。とはいえ、勝手に張り巡らせることは、国内法を無視することになりますよね。なので、そこでね、その白羽の矢を立てたのが、正力松太郎。CIA は正力にテレビ局を作らせ、テレビを通じて日本人を洗脳していこうと考えたわけです。公共放送の NHK ではなく、民間放送局を使った方がコントロールしやすい。読売新聞としても、そのメディアで世論を動かすことができるので、好都合だったんですね。そんな感じで CIA と正力のね、関係を伺わせる文書が、1995年8月11日付で CIA に残っているんです。3199が27346文書で指摘しているように、テレビは近い将来、対日心理戦の鍵を握るメディアになる。ODACID のマイクロ波プロジェクトに対する立場に関して言えば、ポダムなどをね、KUBARK の資産として育てていくべきだと思う。CIA と正力の画策するマイクロ波通信網計画に、ポダルトンというコードネームが付けられ、連絡係をしていたのが元読売新聞記者で正力の右腕、ポハルトこと柴田秀俊。その結果、1952年7月、日本テレビに放送予備免許が下ります。公共放送である NHK を差し置いて、日本テレビに国内初の免許が下りたのは、もちろんバックに CIA、アメリカがついていたからです。そこで放送されたのは、戦時中、鬼や悪魔のように見えたアメリカ人の姿ではなく、合衆国情報サービスが提供する素材を使ったニュース番組、アメリカで作られたドラマや映画などの娯楽番組が盛んに放送されたんです。大きな家、洗濯機、冷蔵庫、テレビというね、三種の神器である物質的な豊かさ、コカイン並みに中毒のあるコカ・コーラ、畳から椅子のある生活様式、付き合い立てていくと別れるという夢の国ディズニーランド。これ実際に別れた人いるの？街の発展ももろ影響を受けてて、ショッピングセンターや若者の街として栄えている原宿や六本木にはかつてね、米軍基地のワシントンハイツなどがあったんですけど、その米軍向けに展開されていたレストランやファッションを米軍が去った後に最先端流行を求めて若者が集まってきた感じです。価値観、自由やその正義をね、愛する精神性までもね、その日本人は目標とするようになったんです。どんなにね、アメリカが極悪なことをしても、そのアメリカが好きと答える日本人は多いんですよね。こうして日本人はアメリカの思惑通り憧れのね、存在として位置づけられるようになったんです。ちなみに CIA と正力の関係はその後も続いてて、原爆投下によって原子力アレルギーがあった日本に原子力発電を導入するための工作にも大きく絡んでいたりするんです。このやりとりをね、見てもらったらわかると思うんですけど、当時のアメリカはね、権力はとてつもないですよ。それをね、うまく利用しようとお互いウィンウィンのような関係を築いていたんですね。一歩間違えればソ連の諜報機関も暗躍していたので、日本が共産主義国になっていた可能性ゼロとは言えないですよね。なので誰が悪正義ではなく、各々が自らの利益を掲げて周囲を染めていく葛藤が常に繰り広げられているんです。こう見ると僕たちは3、40年前にね、決められた政策の上を歩かされているような気がしますよね。そういう気がするだけじゃなくて実際にそうなんです。1945年第9回太平洋会議、王立国際問題研究所、イギリスのシンクタンクですね。実は日本が敗戦する7ヶ月前に日本を分析して、どのようにね、日本を今後改造していくのかのその報告があったんです。まず日本のシステムは非常に機能しているので、天皇をはじめ機構はそのまま利用すること、ただトップの思想を反日へと誘導すること、そして戦後日本は真面目で勤勉な人種なので、石油と資本となる技術さえ与えれば大きく経済発展をし、アメリカ型の高度資本主義の中心となる。2、30年には再びアジアにおける一大勢力になる。しかしナショナリズムが復活した場合、危険は大きい。まさにその通りになりましたよね。高度経済成長で膨れ上がって弾けて成長しきった段階で侵略されていく日本。そして人々のアイデンティティはというと、こう見ると日本は戦後大きくね、洗脳させられたっていうか、そのアメリカという名のね、グローバル勢力によって、その性質を変えられてしまったように見えますよね。ただ、本当に変えられてしまったのか、僕たちがそう思いたいだけなのか、都市伝説業界ではその日本人がすごいすごいってたくさん言われてるじゃないですか。ただね、そういったのを置いといて、日本人、でも実際にこれ結構現実的に見てもね、興味深いんですよ。立花明さんという方が書いた日本人っていうね、日本人の性質を深掘りした書籍に面白いことが書かれていて、よく日本人って団体行動やら村社会だと言われてますよね。戦後は会社、学校というこの村社会で同調圧力に耐えながらストレスを抱え、精神を崩壊させていく人々が少なくはない。なので日本人は集団的思想を持っていると思われているんですけど、果たしてそうなのか、ここで質問です。
皆さん、日本人は集団的主義なのか、あるいは個人主義なのか、どちらだと思いますか？実際に答え出してみてください。答え出ましたよね。はい。じゃあ逆に2つ目の質問。あなたは集団的主義なのか個人主義どちらだと思いますか？なんと日本人が集団主義かの答えに関しては9割の方がね集団主義だと答えたんですけど、ただあなた自身はどうですかの問いに関しては5割の方が自分は個人主義だと答えたんです。ようわからん回答になってるでしょ。皆さんはどっちでした？このようにね、実は日本人ってみんなが思っているより自分はね、集団に適していないと考えているんです。こちらは友達に合わせないと心配になるかのデータなんですけど、見てる通りアメリカがアジア3カ国に比べて圧倒的なんですよね。面白いですよねこれ。では続いての質問。10個のお弁当があります。9個は海苔弁だけど1つだけ超高級黒毛和牛弁当。あなたはどちらを選びますか？あなたの選択は周りにも気づかれていません。皆さんはいかがでしょうか？なんと結果では自分の選択が周りに知らされていなかったら5割の日本人が黒毛和牛を選ぶそうです。ただ周りの人にも選択が見られるようだったらほぼ 100% が海苔弁を選ぶ。そりゃそうですよね。僕はあえてそのパクチーサラダを選びますね。カメムシの魔界ブレス的な感じで。それを置いといて、このようにね、気づいた人もいるかと思いますけど、日本人って実はあまり他人のことは気にしなくて、どちらかというと、周りにどう見られるのかっていうのを気にしているんですよ。なので、実は日本人って個人的主義者と言われているんです。集団的主義だと思われていたのは、みんなと一緒にいたいではなく、異質だと思われないように周りと同じ行動をしようという生存するための損得感情で動いていると、そう、めちゃくちゃ合理的な生き物なんです。なので実は日本っていうのはたまたま会社、学校、軍隊とかね、その場に居合わせた人々と強固な関係を作って、それをね、家に変えてしまっただけで、実は個人主義者たちの集まりだということ。その結果、いつしか血縁を超えた関係をこの家で作り上げて、会社ね、学校がアイデンティティになってしまったというんです。学校や会社が最優先だと考え、残業が続いた重労働だとしても死ぬまで働き続けるし、学校で友達とうまく交流ができなかったとしても死ぬまで我慢するようになった。しかし、そういったローカルなコミュニティ社会で自分を押し殺して生きている我々の外ではいつしか世界で様々な人が集まり形成し答えを出すグローバルな発想をね手に入れてしまいました。確かにグローバルの組織の方がそのねローカルの組織を圧倒しますよね。世界各国の代表よりもリバプールの方が強いだろうし、サッカーじゃちょっとね分かりづらいので、アップルとかマイクロソフトの方がブラジルとかのね小規模な IT 企業よりかはシェア率が多いよね。トヨタやフォルクスワーゲンがねエジプトの小規模などの自動車会社を圧倒しているような感じ。この変化に対応していく必要が出てきた。これはね決してその保守派とか改革派とかそういったね単純な話ではなく、その日本人の性質と照らし合わせたら面白いデータが見られるんです。アメリカの政治学者ロナルド・イングルハートが世界中の人々の価値観を測る価値マップなるものを作成したんです。これは各国のねその国民性を測るためにその安楽死は必要なのかとか、宗教は大切にしているのかとか、他人のことは信用できるのかみたいなね、その幅広いね質問することで、その国の人々が縦軸伝統を重んじるのか世俗的なのか、つまり効率的なのか、横軸は生存価値、つまりね物質を重視する産業社会なのか、あるいは物質的な豊かさよりもその自分らしさをねさらけ出す自己表現を重んじるのかをね測った価値マップなんです。これねなかなか興味深いんですよね。日本がね位置しているのはこの真ん中らへんでもなく、下の方でもなく、左の方でもなく、なんとかねこのようにね外へね放たれているんですよ。その巨大な権力を嫌う日本人はそのね伝統的な宗教にも縛られず、その皆が求めるね物質的なね豊かさ、そういったものでもなく、実は本当にね自分が欲しているのは自己表現、自己表現することを欲しているというんです。しかし、その自由が現状許されてはいません。この自由な社会を阻んでいるのは責任力だというんです。古代の日本では民主を統治していた王が機能しなくなった場合、その王を殺害し、神への生贄としていた風潮があったそうです。問題の原因となった人物は永遠と責任を負われ、最終的に死へと追いやられる。こうした習慣からいつしかそのね責任から逃れるために与えられた権限と
責任が分離しちゃって、誰が責任を取ればいいのかわからない無責任社会が成立してしまった。これはこのね、SNS 文化にもね、色濃く表されていますよね。不倫、薬物、性被害、詐欺、なんかね、不祥事をしてしまったら死ぬまで責任を負われる。自ら命を絶つ者もいれば、精神的に生きていけなくなるまで社会に殺される。誰も責任を取れないため、その結果、自由に生きれなくなってしまっているというんです。なので極端なこと言うと、その自由になりたかったら死ぬ覚悟で、ね、やるしかない。ただね、その合理的にね、リスク管理が得意な日本人はそこまでしてね、飛び込めない。今の日本人は一人で生きていくことを知らない人々です。守られた空間で自身を抑制し、自己表現は趣味や友達のみに抑えて生きている人がほとんどです。しかし、世界を見ればその枠組みから外れ、自分らしさを追求しながら生きていく人々が増えてきたのも確かです。しかも日本にまで侵略してきている。せっかく我々日本人はその自分らしさと世俗性を持っているのに、それをね、趣味だけにしか使わないのはぶっちゃけもったいないですよね。もちろんね、その自分を表現することイコール幸福につなげるわけではないんですけど、データを見てもわかる通り、それは昔から日本人が望んでいることであり、戦後を感じていた葛藤でもあり、未来への可能性を切り開くことでもあります。そうなると、先ほどのイングルハートの価値マップを見ると、日本人が世俗性を生かしたまま進むべき道は物質主義者になり、生存価値を高めることではなく、このね、誰も到達したことのない世俗性がありながら自己表現を最大限に引き出す自立した集団なんじゃないかと。これからは小さなコミュニティがたくさん誕生すると都市伝説業界では言われてますけど、その真相はおそらくその国家というね、大きな枠組みは最低限のルールを設けて国民をね、守って、その中で小さなコミュニティがたくさん誕生し、そのコミュニティの中で自分らしさ、自己表現をね、最大限に表すことが、それがね、理想の社会なんじゃないかと予測されています。そうすることで伝統を守りつつ、日本人いや人類のポテンシャルを最大限に引き出す。未だかつて到達したことのない領域へと道を切り開くことができるかもしれない。さて皆さんはどう生きる？